ホルムズ海峡がまだ閉まってるのだ。世界の原油の5分の1が通るこの海峡が封鎖されたまま、今日もタンカーが足止めされているのだ。そんな状態でよく停戦の話し合いができるわね。でも封鎖が続いたら日本の電気代とかガソリン代にも直撃するんじゃないかしら。今日は3つのことがわかるのだ。1つ目はなぜパキスタンが米イラン交渉の仲介役になったのか。2つ目はイランが突きつけた2つの前提条件の本当の意味。そして3つ目がこの交渉が失敗した場合、日本の家計に何円の打撃が来るのかなのだ。2026年2月28日に始まった戦争がもう6週間続いてるのよね。停戦は宣言されたのになんで海峡は開かないのかしら。そこから教えてほしいわ。まず戦争の経緯を整理するのだ。2026年2月28日、米国とイスラエルがイランへの軍事作戦を開始したのだ。理由は核開発疑惑への圧力だったのだが、これが一気に本格的な戦争に発展したのだ。イランは報復としてホルムズ海峡の通行を実質的に遮断した。6週間でこの海峡を通った原油は開戦前の5分の1以下に落ち込んだのだ。CNBC によると、開戦前は世界の原油の 20% はホルムズ海峡を通ってたのよね。それが5分の1以下になったっていうことは、もう世界市場はかなり混乱してるんじゃないの？その通りなのだ。SCMP が報じているように、ドバイを拠点にしていたアジア系投資家や企業が軒並み撤退や資産凍結を迫られているのだ。ドバイとアブダビにはイランからのドローン攻撃まで飛んできた。湾岸諸国の中央銀行が緊急の流動性支援パッケージを発動するほどの混乱なのだ。これは単なる中東の話じゃないのだ。そこでトランプが動いたのだ。4月8日、2週間の停戦を宣言した。ただし条件がある。イランがホルムズ海峡を即座かつ完全に再開通させることが前提なのだ。ところが、停戦宣言から数日経った今もタンカーの通行は厳しく制限されたままなのだ。トランプはトゥルースソーシャルで怒りを爆発させている。イランがホルムズ海峡で通行料を取っているという報告がある。もしそうなら、今すぐやめろ、と投稿したのだ。ちょっと待って、通行料って高速道路の料金所みたいな話じゃないの。世界の原油が通る海峡で、イランが独自に通行料を徴収してるって、それはもう別の次元の話だわ。国際法的にどうなのかしら。国際法上、ホルムズ海峡は国際航行に使用される海峡として、全ての国の船が通過できる通過通行権が認められているのだ。だがイランは海峡の一部が自国の領海だと主張しており、そこに課金するのは主権の行使だと言い張っているのだ。まるでクラスの廊下に自分の縄張りを作って、そこを通る人から通行料を取るようなものなのだが、国際社会はそれを認めていないのだ。こうした緊張の中で、なぜパキスタンが仲介役に名乗り出たのかが重要なのだ。パキスタンはイスラム圏の核保有国でありながら、米国との関係も維持してきた。中国とも深い経済関係がある。つまり、どの陣営にも一定の信頼関係があるという、非常に珍しい立場なのだ。DW によれば、最初は間接交渉、パキスタンが仲介者として両者の間を行き来する形式で始まる見通しなのだ。パキスタンって今は自国の経済もかなり苦しいんじゃなかったかしら。それでも仲介役を引き受けた理由って国際的な存在感を高めたいという思惑もあるんじゃないの？鋭いのだ。パキスタンは IMF の融資に依存しており、経済的に米国の機嫌を損ねるわけにはいかない。一方でイランとは宗教的、文化的なつながりが深く、関係を切ることもできない。だから仲介役というのは単なる善意ではなく、パキスタン自身の生存戦略でもあるのだ。ミドルイースト、アイによれば、イラン代表団は到着後すぐにシャリフ首相とも会談している。それだけパキスタンはこの交渉に本気で関与しているのだ。次に、イランが突きつけた2つの前提条件を見るのだ。国会議長のガリバフはイスラマバード入り直前に SNS で投稿した内容はこうなのだ。第1に、イスラエルがレバノンへの攻撃を停止すること。第2に、米国がイランの凍結資産を解放すること。この2つが満たされない限り、交渉のテーブルにはつかないと言ったのだ。CNBC も NYT も同様に報じているのだが、ここに注目してほしいのだ。レバノン停戦とイランの凍結資産解放って、どちらも米国が単独で決められる話じゃないわよね。レバノンはイスラエルの問題だし、凍結資産は制裁の話だから複雑じゃないかしら。これって意図的に高いハードルを設けてるんじゃないの？まさにその通りなのだ。イランの交渉戦略を3段階で分解してみるのだ。まず表面の要求。それはレバノン停戦と資産解放だ。次に中層の狙い。これは米国がイスラエルへの影響力を行使できることを証明させることなのだ。そして最深部の目標。これがイスラエルを中東交渉の枠組みから相対化させ、米国と直接の二国間交渉テーブルに持ち込むことなのだ。つまりイランは戦争に負けながらも、交渉では主導権を取ろうとしているのだ。
ちょっと私の意見を言わせてもらうわ。イランって今回の戦争でかなりのダメージを受けたはずなのに、なぜこれほど強気に出られるのかしら。むしろ弱い立場だからこそ、交渉を複雑にして時間を稼ぐしかないんじゃないかと思うのよ。消耗戦に持ち込めば、米国だって国内世論が厭戦気分になる。ずんだもん。この読み、どう思う？それはかなり正確な読みなのだ。バンスはイスラマバードに向かう途中で記者団に、交渉はポジティブになる、と語りながら、イランに出し抜かれるつもりはない、とも言ったのだ。この発言の裏には、イランが引き延ばし戦術を使ってくるという懸念が透けて見えるのだ。歴史的に見ると、2015年の JCPOA 核合意交渉でもイランは最後の最後まで複数の前提条件を積み上げ続けた。今回も同じ教科書を使っている可能性が高いのだ。これが意味するのは、交渉が短期決着する確率は決して高くないということなのだ。ここまでの流れを簡単に整理するのだ。6週間の戦争を経て停戦。しかしホルムズ海峡は依然封鎖状態。パキスタンが仲介者としてイスラマバードで交渉を開催。イランはレバノン停戦と凍結資産解放という2つの前提条件を設定。交渉は長引く可能性が高い。そしてここからが日本に住む僕たちに直接関係してくる話なのだ。日本はエネルギー輸入の約 90% を中東に依存しているのだ。そのほぼ全てがホルムズ海峡を通ってくる。ここで具体的な数字を出すのだ。開戦前、日本は1日約300万バレルの原油を輸入していた。ホルムズ海峡経由がその大半なのだ。封鎖が続けば代替ルートはアフリカ南端の喜望峰周りになるが、それだけで輸送日数が約2週間延び、コストが30、40% 上乗せされるのだ。コストが30、40% 上乗せされるって、それがそのまま家計に来るの？輸送コストって最終的に消費者が払う話でしょ。日本のガソリンや電気代に換算したらどのくらいになるのかしら。試算してみるのだ。現在のレギュラーガソリン価格が仮に1リットル180円としよう。原油輸送コストが 40% 上昇すれば、ガソリンスタンドの価格には遅効性があるが2ヶ月後に15、25円の上乗せが来る可能性がある。月に50リットル給油する家庭なら月750円から1250円の増加なのだ。さらに電気代にも波及するのだ。火力発電の燃料コストが上がれば、電力会社の燃料費調整額が跳ね上がる。家庭の電気代は月500円から800円の上昇も視野に入るのだ。さらにもう一段階の連鎖があるのだ。日本は食料の多くを輸入に頼っており、輸送コストの上昇は食品メーカーや小売りにも波及する。パンや麺類に使う輸入小麦、植物油、飼料の価格が上がれば、スーパーの食品棚の価格も1、3ヶ月後に動き出す。単純計算で食費が月に2000円から3000円上がる世帯も出てくるのだ。ガソリン、電気、食費を合わせると月に合計4000円から5000円規模の負担増になる可能性があるのだ。月4000、5000円って、年間にしたら6万円じゃないの。それって実質的な大幅な生活費増加だわ。車を持ってる家庭や農業、漁業の人たちはもっとひどい話になるわね。特に灯油が必要な北海道や東北の家庭は、冬の前にこの話が解決しないと本当に大変じゃないかしら。BBC と CNBC の報じ方の違いも面白いのだ。CNBC はトランプの起こりに焦点を当て、ビジネス、市場への影響を中心に報じている。一方で BBC はイランの前提条件に含まれるレバノン問題を前面に出し、この交渉がパレスチナ、レバノン問題全体と不可分であることを強調している。つまり、米国メディアは経済、商業的解決として描き、欧州メディアは中東全体の政治問題として描いているのだ。この報道姿勢の違い自体が交渉がいかに複雑かを物語っているのだ。冒頭でホルムズ海峡がまだ閉まっていると言ったのだ。この封鎖は偶然ではなくイランの意図的な交渉カードなのだ。海峡を開ければ戦争は終わりに向かう。だが開けてしまえば、イランは最大の交渉チップを失う。だから開けない。この構造がある限り、停戦が宣言されても海峡は当面開かないのだ。そしてその間ずっと、日本の家計への圧力は続くのだ。では今後のシナリオを見ていくのだ。楽観シナリオはイスラマバード交渉が突破口を開き、2週間以内にホルムズが完全再開通するケースなのだ。この場合、原油価格は急反落し、日本の家計への打撃は最小限に収まる。一方、悲観シナリオはイランが前提条件を盾に交渉を長期化させ、ホルムズ封鎖が夏まで続くケースなのだ。この場合、日本は代替調達、
希望法ルートへの切り替えを余儀なくされ、秋口には本格的なエネルギー価格の上昇が家計を直撃する。現時点での僕の見立ては、楽観シナリオの確率は3割程度なのだ。正直な意見を言うのだ。今回のイスラマバード会談が成功するかどうかよりも、日本として考えるべき本質的な問題がある。中東一地域への 90% のエネルギー依存という構造そのものが30年以上変わっていないのだ。この交渉が終わっても、次の危機でまた同じことが起きる。再生可能エネルギーへの転換や調達先の多様化を僕たちが政治に求め続けることが長期的には最も有効な対策なのだ。あなたはこの交渉の行方、どう読むのだ？コメントで教えてほしいのだ。今日の動画は以上なのだ。このチャンネルでは毎日海外ニュースを日本の生活者視点で解説しているのだ。イスラマバード交渉の続報やホルムズ海峡が再開通した時にも続けて取り上げるのだ。チャンネル登録と高評価ボタンで応援してほしいのだ。メタン、今日もありがとうなのだ。今日は本当に大事な話だったわね。ホルムズ海峡の動きをこれからも注目して追っていきたいわ。皆さんもぜひチャンネル登録してね。